片付けをしていたら古い充電器を見つけた。何の充電器かというと、サイクロンマグナム QR。1996年にタミヤが発売したラジコンカーで、スケールは12分の1となっている。ミニ四駆のマグナムと比較するとかなり大きい。ちなみにミニ四駆のスケールは32分の1。私の動画でもオブジェとして何回か登場しているこのマシン。せっかく充電器を見つけたので、今回はこのサイクロンマグナムを修理して復活させてみる。現状確認。まずはバッテリーから。充電器にバッテリーをセット。おお、充電ランプがついた。充電している間にプロポを見てみよう。ふむふむ、9V 電池とな。最近ではあまり使わないタイプの電池。あれが使えるのでは？以前検証した 9V 電池で走るミニ四駆。その際に使用した充電式のやつが活躍するチャンス。プロポに搭載して、スイッチオン。これは、パイロットランプがないので通電したかわからない。とりあえず正常だと信じて進めよう。1時間くらいで充電ランプが消えたのでマシンに搭載してみる。ちなみにノーマルの状態では単3電池8本使用なのだけど、はるか昔に電池ケースをなくしてしまった。そしてマシンもプロポと同じくパイロットランプがない。正常に通電しているかすらわからないので、修理をする際に苦労しそうな予感。動作確認いってみよう。プロポスイッチオン。マシンスイッチオン。おお、動いた。しかも結構スムーズな音。ステアリングはどうだ？なんと、こちらも動いている。比較倒れかもしれない。まあ動作確認が正常でも、ちゃんと走れるとは限らない。ので、テスト走行行ってみよう。ゴー。おお、走っている。しかも結構パワフル。オンロード用のタイヤなので、砂の上だとリアが流れる。けどそれはそれで面白い。次はあれを試してみるか。このシリーズはリアにレバーがついていて、ワンタッチでギア比を切り替えることができるのだ。というわけでハイギアで走らせてみよう。ゴー。むむむ。当たり前だけど加速が鈍くなった。最高速度は上がっているはずだけど、そこに到達するまでが長いので走らせにくい。加速を比較してみよう。ローギア。ゴー。ハイギア。ゴー。並べて比較。あれ？違いがわからないぞ。スローで撮影してみる。ラジコンはスローだとスケール感が出てかっこいい。ということを私は知っている。ただカメラの前で華麗なコーナリングを決めるのが、思ったより難しい。もっと近くで曲がりたいな。あれ？ステアリングの動きがどうやらバッテリーが虫の息みたい。さすがに古いニカドは劣化が激しかったか。さて、修理するはずが普通に走れてしまった。さすがに物足りないのでもう一歩踏み込んでみよう。この手のアプローチはいろんなパターンがあるので、ちょっと整理してみる。ざっくり思いつくのはこれらのパターン。現時点でノーマル状態の復元は達成。どれも突き詰めれば沼が待っているけど、単純にシャーシを自作が一番濃い味な気がする。私はできるだけ多くの宝箱を開けてから、次の階層に進みたいタイプなので、まずはノーマルを改造して進化させるパターン。ここから始めようと思う。というわけで改造を開始する。分解しながらチェックしていこう。バッテリーを外して、タイヤを外していく。これは、タイヤが裂けてしまっている。バッテリーと同じく、長い時を経て劣化してしまった模様。他のタイヤも外していく。次はボディ。裏側のビスを外して、上側のビスも外す。ウイングを取れば、ボディが外れる。シャーシの形状はこんな感じ。次はシャーシの内部を見ていこう。大きな基板が出てきた。先にステアリングサーボっぽいものを外す。リアのモーターは、カバーで保持する方式になっている。他の部品やバッテリーの配線も外せば、メカ類の摘出完了。
続いてギアボックスを取り外していく。すでにシャーシとの接続部は外してあるので、サスペンション部分のビスを取れば、ギアボックスの摘出完了。ちゃんとデファレンシャルギアが入ってる。内部はどうだろう。ほう。もっと汚れているかと思ったけど結構綺麗。ここでちょっと厄介なことに気がついた。時空系をボールベアリングに換装しようと思ってたけど、ドライブシャフトに金属の部品が圧入されていて、プラスチックの時空系を外すことができない。これを外してまた元に戻すのは難しそうなので、ギアの洗浄とグリスアップだけにしておこう。ちなみにハイギアとローギアの切り替えは、レバーに連動してカウンターギアがスライドし、2種類のファイナルギアを切り替える仕組みになっている。さて、これで現状を把握できたので、各パーツをアップデートしていこう。まずは朽ちてしまったタイヤ。全く同じサイズのタイヤは見つけられなかった。ので、近いサイズのものを買ってきた。ホイールにはめるとこんな感じ。リアタイヤは引っ張り気味だけどよしとしよう。そしてフロントにはボールベアリングを入れておく。劣化してしまったバッテリーは、令和最新のリポバッテリーに置き換え。そんなサイズで大丈夫なの？と思うかもしれないけど、容量的にはむしろ上がっている。ちなみに重量は3分の1以下。3D プリンターでケースを召喚し、バッテリーを収納。これで純正と同じように搭載できる。ケースの分だけ重くなってしまったけど、それでも半分以下の重量に収まった。次はこれ。この基板が受信危険スピードコントローラー、なのだけど、さすがに電波の方式が古すぎるし、アンテナを紛失しているので、少し離れたらおそらくノーコンになってしまう。スロットルもオンかオフしかなく、徐々にトリガーを引いてもいきなり全開になる。ステアリングも同じく中間がないので、少しでもハンドルを右に切れば、全力でタイヤの向きが変わってしまう。というわけでメカを丸ごと入れ替える作戦。ビギナー向けの安価なメカだけど、操作性はかなり良くなるはず。モーターを配線するとこんな感じ。ハイパワーなモーターに変えるか迷ったけど、長いピニオンの移植が難しそうなのでそのまま有用。ギアの切り替えを無効にしてモーターを変える、という選択肢はありだと思う。シャーシに搭載。組み立てシーンを割愛したのは、シンプルに分解のシーンを丁寧に。サーボのサイズがほぼジャストだったので、良い感じに収まっている。と思ったら、ロッドのセンターとサーボの軸がずれている。このままではよろしくないので、パーツを追加。これで左右のロッドの長さを調整できる。取り付けたのがこちら。ちゃんとしたラジコンっぽくなったぞ。カバーを装着。この穴が気になるので、3D プリンターでカバーを作ってみた。タイヤを取り付けて、バッテリーをセット。そしてロック。これにボディを装着すれば、サイクロンマグナム QR、完成だ。といっても見た目は完全にノーマル。動作確認。プロポスイッチオン。マシンスイッチオン。ステアリングチェック。おお、滑らかに動くぞ。スロットルはどうだ？これも滑らか。反応もなかなか良さげ。ブレーキもバッチリ。早速シェイクダウン行ってみよう。ゴー。おお、とても操作しやすいぞ。スロットルを調整すれば砂の上でも滑りすぎない。ステアリングも微調整できるので、思い通りに走らせることができる。次はハイギア。これは、さっきは加速がもっさりしていて、最高速に到達するのに時間がかかっていたけど、今は軽やかに加速している。モーターは変えていないので、メカとバッテリーの恩恵か？また加速の比較をしてみるか。ローギアから、ゴー。次はハイギア、ゴー。重ねて比較。ゴー。先行しているのがハイギア。加速はあまり変わらないけどシンプルに最高速が伸びている。簡易サーキット。さて、タイヤ、バッテリー、メカをリニューアルし、良い感じに操縦できるようになったのだけど、
だだっ広い場所で自由に動かしていてもわかりにくい。ので、簡易サーキットを作ってみた。これを周回することで性能を比較できる、と思ったのだけどここで気がついたことが、ノーマルを走らせないと比較できないのでというわけで一旦バージョンダウン。基板もステアリングも元に戻した。これでタイヤ以外はノーマルの状態になる。古いバッテリーを再充電して、ここをスタートで3周のタイムを比較。まずはローギアから。ゴー。ステアリングの微調整がつかないので、慎重に操作しなければならない。スロットルも0か全開かの2択なので、細かくオンオフを繰り返して程よい速度を維持する。ストレートでスピードを出したいけど、クラクラしてしまうのであまり速度を出せない。タイムは 20.18 秒。次はハイギア。ゴー。相変わらずのもっさり加速。でも速度の変化が緩やかなので、うまく利用すればむしろ走らせやすいかもしれない。ただやはりステアリングがシビアすぎて、うまくコントロールできないな。最終ラップもキレのない走り。タイムは 20.38 秒。なぜかほぼ一緒のタイムになった。面白そうなので重ねてみてみよう。ゴー。通常の色のマシンがローギアで、青いオーラを放っているのがハイギア。1周の時点ではほぼ互角。2周目はハイギアが先行するも、後半失速して追いつかれる。最終ラップ。ローギアが大きく膨らみ遅れたけど、最終コーナーで逆転し、そのままゴール。次はいよいよ進化版。またしてもメカを乗せ替えたぞ。ギアを切り替え忘れたので先にハイギア。ゴー。ふおー。やっぱり全然違うな。細かい操作ができるので、イン側スレスレまで攻めることが調子に乗ってひっくり返ってしまった。冷静にリトライ。ゴー。先ほどは攻めすぎてしまったけど、落ち着いて操作すれば安定して走れる。ストレートで安心してスピードを出せるので、タイムを大きく縮められそう。最終コーナーを抜けて、タイムは 14.18 秒。改造前のタイムを6秒も更新したぞ。次はローギア。ゴー。最高速が控えめなので操作がしやすいけど、そもそもステアリングが劇的に進化しているので、恩恵は小さく感じる。最終ラップ突入。タイムは 14.59 秒。ハイギアよりちょっと遅くなった。重ねて比較。青い方がハイギア。スタートダッシュはローギアが早かったけど、ストレートはハイギアの方が伸びる。2周目まではほぼ互角。ここでハイギアがリードし最終ラップ。そしてそのままゴール。ビーチ。かっこいい映像を撮るべく浜辺で撮影。ただしあまりの暑さにすぐ撤退したのでワンショットのみ。ロケーション的には最高だけどピントが。それにしてもタイヤから巻き上がる砂が良い感じ。フロントのタイヤはあまり砂を巻き上げていない。あ、そういえばこのマシン、ミニ四駆のボディなのに2リンクどうだったっけな。今回は古いサイクロンマグナムのラジコンを修理しようと思ったら壊れていなかったので、メカ類をリニューアルして操作性をアップさせた。モーターやサスペンションをより良いものに交換するなど、まだまだ進化させる余地は多い。ただ、このシャーシ構造だと四駆にするのは難しいので、次は市販シャーシを有用するか、自作シャーシ開発のアプローチにしようと思う。おまけ。勢い余って四駆のラジコンを買ったので、ボディを乗せてみたのだけど、ホイールベースが全然合わないし、ダンパーステイのスペースがない。これはこれで苦労しそうな予感。